はい、今回はね、国内顕微鏡ブランド独断番付と称しまして、力士ではないですがね、顕微鏡の師なので剣士として国内メーカーのね12ブランドを紹介していきたいと思います。ランキング形式でやっていきます。それではまずね、今回のルールなんですけれど、まず対象となる顕微鏡メーカーというのは生物顕微鏡の完成モデルを商品としてラインナップしているメーカーおよび商社となっております。ですので自社ブランド化できていない単なる輸入商社ですとか、三つ豊みたいにね工業用の顕微鏡メーカーですとか、あとは日立とか日本電子みたいに電子顕微鏡のメーカーであるとか、双眼実体顕微鏡だとか解剖顕微鏡、あとデジタルスコープのみといったようなメーカーは当然対象外とさせていただいております。というわけでね、先ほど言った通り相撲にね見立てて順にね紹介していきたいと思います。そしてね、この12社に入らなかった顕微鏡メーカーっていうのも当然ありますね。まず幕下クラスと呼びましたが、いわゆるここはトイクラスだとか学習クラスとかの顕微鏡メーカーですね。これらはねちょっと上位メーカーと肩を並べられるほどの光学性能は有していないっていうところでランク外となっております。メーカー名を挙げると失礼になってしまいますので、メーカー名はあえて挙げておりません。あとその次、重量剣士と呼ばさせていただいている部類ですが、ここはね性能的には十分12社に入る優秀なメーカーなんですけれど、今月事業を畳むだとか1モデルしかないだとか、ちょっとあまりにも知名度が低いだとか、そういったちょっと理由で12社からは外させていただいているものはあります。それではまず12位と11位前頭剣士を紹介させていただきます。まずね、この取り組みの見どころとしましては、工業製品として一定以上の水準をクリアしていますということですね。例えば JIS やDIN規格に準じているもので、この2つの共通点としては独自ブランドとして光学機器を販売している教育教材の商社であるということです。そして小中学校で生徒がね実習で使用するモデルに加えて、双眼型や映像出力型など専門授業のね実習とか教師向けモデルもラインナップに加えているっていうのが特徴ですね。それでは私はこの前頭のクラスとしてアーテックとヤガミ、この2社をね選びました。まずはね12位のアーテックから紹介させていただきます。アーテックは図画工作教材を得意とした教育教材商社ですね。他にも児童向けのサイエンストイ等が多数販売されております。特徴なんですけれど、メーカーの独自色っていうのはちょっと少ないですね。海外の OEM で作ってますので、ほぼ OEM メーカーそのままの外観です。ですが安くて本格的な顕微鏡を手に入れたいっていう人にはおすすめのメーカーです。アーテックには直営ショップっていうのはないんですけれど、販路がね非常に多くて、 Amazon だとか楽天とかね、そういったところで個人でね購入しやすいっていうところがポイントです。それではその次、第11位のねヤガミを紹介させていただきます。ヤガミは学校教材や設備を扱う大手商社で、小中学校の実習用備品として一定のシェアを持っています。でアーテックと一緒なんですけれど、これぞヤガミといった独自色は少ないですね。ですのでザ・理科室の顕微鏡といったそういう外観がオーソドックスな製品が多いのが特徴です。でこのメーカーはちょっとね民生用としての範囲が少なくって、一般人が入手するには難易度の高いブランドではあります。どこまでねこのブランドが欲しいという人がいるかですけれどね。ということでこの取り組みいかがでしたでしょうか。西にアーテック、東にヤガミでした。それではその次、前頭筆頭剣士を紹介させていただきます。それではねこの前頭筆頭剣士のね取り組みの見どころを紹介させていただきたいと思います。まずさっきのね2社と同様に学校教材の商社であるということが共通点なんですけれど、さっきと違ってこだわりを持って他社との差別化を図るために独自のアイデアを詰め込んだモデルを出しております。またオプションパーツもね非常に充実していて、顕微鏡専門店またはね直営のオンラインショップを通じて一般人でも気軽に購入することができるといったのが特徴です。それでは私はこの前頭筆頭クラスにナリカとケニス、この2社を選びました。それでは第10位のナリカから紹介させていただきます。まずナリカっていうのは前身が中村理科という名前のですからナリカなんですけれど、
理科教材のみに特化して、またそれをね自負した少数精鋭の専門商社です。このメーカーは理心法にあくまでね乗っ取りながらも相当なね独自色を加えているってのが特徴です。顕微鏡を見ていただけると分かるんですけれど、白と青をベースに丸みを帯びた独自なデザインが特徴となっています。でね、多くの科学館等でも採用されていて、個人購入でも鈴森商店、ヤフー店だとか楽天店にて多くのモデルを扱っています。それでは第9位のケニスを発表させていただきます。ケニスも理科教材の専門商社なんですけれど、位相差顕微鏡だとか金属顕微鏡など専門教育クラスのラインナップも揃えていて、小規模事業所での活用も可能となったものを販売してますね。あと直営のねケニスオンラインショップにて個人でも購入ができてとても便利となってます。でそのショップでは顕微鏡小物も充実していて、口述のねネオショップというものと並んで、便利さゆえにね個人での趣味では大変お世話になるショップとなるでしょう。いかがでしょうか。前頭筆頭の取り組みは西に成香、東にケニスで紹介させていただきました。それではその次、小結び剣士を発表させていただきたいと思います。さてこのね小結びの取り組みの見どころなんですが、この2メーカーはね本格的な顕微鏡を扱うメーカーとしては比較的新興勢力になります。大学の研究室や中小規模の事業所を中心に従来からのねシェアを塗り替えする存在と言えましょう。ラインナップについては非常に充実していて、海外の直営工場だとか協力工場から秀逸な製品を市場に投入してコスパの高いソリューションに対応できるようなメーカーたちですね。それでは私はこの小結びクラスとしてカートン工学とレイマーという会社を選びました。ではまず8位のカートンを紹介させていただきたいと思います。カートンっていうのはねしばらく家庭用の光学機器メーカーとしてその名をね知られていました。ですがね今は海外の自社工場でも生産を行う定評のあるね顕微鏡メーカーとなってます。平行光学系の実体顕微鏡や無限元光学系の生物顕微鏡など事業者向けソリューションに対応できるラインナップを揃えています。モノタロウとか八島工学が運営するネオショップにて取り扱われていて、個人購入も可能となっています。それではその次7位のメーカーレイマーを紹介させていただきたいと思います。レイマーは21世紀以降に設立されたこの業界ではねかなり新しいいわばベンチャー企業となっています。海外の協力工場から安くて品質の良い顕微鏡を仕入れて研究や臨床に対応できる高度な顕微鏡を幅広く揃えています。レイマーオンラインショップにて個人でも購入できるっていうのが特徴で、DIN規格中心のパーツが揃っていてグレードアップも容易となってます。小結びの取り組みいかがでしたでしょうか。ここでは西にカートン、東にレイマーを紹介させていただきました。それではその次関脇剣士を紹介させていただきたいと思います。まずこの関脇の取り組みの見どころなんですけれど、この2社は非常に歴史のある理化学機器の商社です。特に教育現場においては実験室丸ごとプロデュースできて科学ラボのトータルソリューションを実現する、そのような企業です。ラインナップも非常に充実していまして、長い歴史の中で培ってきた信頼で教育関係者の間では抜群の知名度を持っていて強固なね地盤も持っているっていうことが特徴ですね。それではこの関脇クラスとして私はね内田陽光と島津理香この2社を選びました。それではまず第6位のね内田陽光を紹介させていただきたいと思います。内田陽光は内田と書かれたねブランド名、そのロゴはね多くの人が見たことあるかもしれないです。多くの教育機関で見られる通り学校設備の商社としては業界最大手を誇っています。実力としては実験室の設備丸ごとソリューションに対応できるほどですね。しかしね直営のオンラインショップみたいなのはなくって、残念なことにね個人では新品をね買うことができません。ただね内田の市場がねかなりでかいので中古ではねゴロゴロ出てきますね、とても手に入りやすいです。それでは第5位の島津理香を紹介させていただきます。島津理香はね非常に歴史が古くって、島津製作所設立時の理化学分野を分社化させてできたね業界では最も老舗の商社です。でね活躍分野は教育現場にとどまらずね
研究所や検査事業所まで様々なソリューションに対応できます。手広いラインナップが充実しているってことですね。でこのメーカーの商品は八島工学が運営するネオショップにて取り扱われています。ですのでね、個人購入が可能です。ということでね、この関脇の取り組みいかがでしたでしょうか。私はここで西に内田洋子、東に島津理香を紹介させていただきました。それではその次、大関健志を紹介させていただきたいと思います。この2社はね、日本の産業を支える質実剛健の実力派メーカーとなっています。目の肥えた顕微鏡マニアからは一目置かれた存在ですね。で機種のラインナップこそは最大手の2社よりは抑えてはいるんですけれど、無限光学系で基本設計されたね、倒立顕微鏡だとか精密顕微鏡をね主軸に豊富なオプションパーツを取り付けることでね、多方面かつより高度なトータルソリューションを可能にしている、そのようなメーカーです。ということで私はこの大関クラスのメーカーとして八島工学と明治テクノを選びました。まず第4位として八島工学を紹介させていただきます。八島工学は M カテラと言われるね、後で紹介しますが M カテラからの流れを受けた国産顕微鏡のルーツの一つともいえる老舗メーカーです。このメーカーはね、完成品としては倒立系、精律系、教育向けの3種に絞っているんですけれど、非常に拡張性が高いですね。対物工学系のラインナップもね充実していますし、互換用のアダプター類も充実しています。でこの八島工学さんはね、直営のオンラインショップっていうのがありまして、ネオショップっていうんですけれど、さっきからちょくちょく名前は出てると思うんですけれど、ここのショップはね他社の製品もいっぱい取り扱っていて、顕微鏡ショップとしてはかなりね充実していてね、そこで個人購入も可能なので、ぜひねオンラインショップ覗いてみてください。それではその次、第3位の明治テクノを紹介させていただきます。明治テクノは倒立顕微鏡、精律顕微鏡、生物顕微鏡、金属顕微鏡、有限光学系、無限元光学系に加えて双眼実体顕微鏡、変光顕微鏡、位相差顕微鏡、蛍光顕微鏡と視覚の一切ないラインナップを持つ国産の顕微鏡総合メーカーです。もともとはね OEM メーカーだったんですけれど、自社ブランド化してからは国際的な認知度も高くなってきており、国内でもね第3の国産メーカーとして注目されてきています。ということで大関の取り組み、西に八島工学、東に明治テクノ、いかがでしたでしょうか。それではいよいよ最後、横綱健志を紹介させていただきたいと思います。この横綱のね取り組みの見どころとしては、この2社はね世界的にもシェアを4分する4大メーカーのうちの2社です。国内の顕微鏡メーカーの中でも知名度、実力ともにね全くの別格でありまして、大学以上の研究機関や一定以上のね企業で使われている顕微鏡はほとんどがねこの2社を含む4大メーカーのどれかとなっております。最先端の臨床現場とか大企業のトータルソリューションに応えるべく多岐にわたるシステムが開発されています。それでは私はこの横綱クラスとしてニコンとオリンパス、この2社を選びました。それではまずね第2位のニコンを紹介させていただきますが、ここからはねもう完全な出来レースだと思います。ニコンはね世界的にも4大メーカーと呼ばれるうちの一つにあたるニコンですね。第1位のメーカーよりも産声を上げるのが遅かったんですけれど、独自のねニコンの技術力を持って堂々とねトップメーカーの一つになりました。ここには写真がないんですけれど、別部門の商品なのですが、民生用にね販売されている双眼実体顕微鏡のファーブルってのがあるんですけれど、それもね結構人気のロングセラーとなってます。ではいよいよ最後、東の横綱オリンパスを紹介させていただきたいと思います。堂々の第1位です。オリンパスはね初の国産顕微鏡ブランドである M カテラを起源として先発であったドイツのねザイスやライカの技術に追い越し、そしてね追い越した日本が誇るトップメーカーでございます。当然ながら東の横綱としてね私が位置づけた結果については、誰も異論を唱える人はいないとは思いますが、基本的にはね大企業向けとかになってるんですけれど、実は実習向けモデルもありまして、それらはね個人でも購入可能となってます。いかがでございましたでしょうか。ちょっと出来レースにはなってしまいましたが、横綱の取り組み、西にニコン、東にオリンパスを紹介させていただきました。でこれで12メーカー全て出揃いましたね。12位から名前挙げますと
アーテック、八神、成香、ケニスが前頭で、加藤工学、レイマーが小結で、内田陽光、島津理香が関脇で、八島工学、明治テクノが大関で、ニコン、オリンパスが横綱。私はねこのように番付しました。ほとんどのメーカーがね一般の人にはあまり馴染みのないメーカーですので、今回はね名前だけでも覚えてみてください。ということで今回の動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。